皆さん、こんにちは。今日お話しするテーマは、ピーター・キールの0と1に基づく競争の否定と独占の再定義です。この本は、スタートアップやイノベーションに関する従来の常識を根底から覆す内容で、特に競争は敗者のすることという逆説的な視点が注目を集めています。では、早速その核心に迫っていきましょう。私たちの多くは、学校やビジネススクールで、競争は良いことだ、と教えられてきました。市場経済では、競争がイノベーションを促進し、消費者に利益をもたらすとされています。しかし、ピーター・キールはこの常識に真っ向から挑戦します。彼はこう問いかけます。本当に競争は良いことなのか、それとも、競争こそが企業を破滅へと導く最大の要因なのか。実際、競争が激化すると、企業は価格競争に陥り、利益率は圧縮されます。航空業界を例に挙げてみましょう。航空会社は常に価格競争に明け暮れ、その結果、多くの企業が破綻し、サービスの質は低下し、顧客体験は悪化しています。一方、競争のない市場、つまり独占市場では、企業は高い利益率を維持し、その利益を製品の品質向上や研究開発に再投資することができます。例えば、アップルは独自のエコシステムを構築し、高い利益率を維持しながら、iPhone や Mac のイノベーションを続けています。キールは、競争が激しい市場では、企業は生き残るために短期的な利益を追求せざるを得ず、長期的なイノベーションが犠牲になると指摘します。その一方で、独占企業は長期的な視野を持ち、リスクの高い研究開発に投資することができるのです。キールは、進歩を2つのタイプに分類します。一つは、水平的進歩。もう一つは、垂直的進歩です。水平的進歩とは、既存の製品やサービスをより多くの市場に展開することです。例えば、中国でスマートフォンのコピー品が作られたり、インドで配車サービスのクローンが登場したりすることです。これは、1から N への進歩と呼ばれ、既存のものを複製し、拡大するだけの模倣に過ぎません。経済成長はするかもしれませんが、真のイノベーションは生まれません。一方、垂直的進歩とは、0から1への進歩です。これは全く新しいものを創造することです。インターネット、スマートフォン、mRNA ワクチンなど、これまで存在しなかったものを生み出すことです。キールは、20世紀の大発明である航空機、コンピュータ、原子力などが垂直的進歩の産物であり、21世紀にも同様の飛躍が必要だと主張します。例えば、テスラは電気自動車市場を創造しました。従来の自動車メーカーがガソリン車の改良に注力する中、テスラは全く新しい市場を切り開き、競争を回避したのです。これが垂直的進歩の典型例です。では、なぜ独占がイノベーションの原動力となるのでしょうか。キールは、持続可能な独占企業には以下の4つの特徴があると指摘しています。第一に、独自の技術。競合他社が簡単に模倣できない技術です。例えば、Google の検索アルゴリズムは、他の企業が簡単に真似できるものではありません。第2に、ネットワーク効果、ユーザー数が増えるほど価値が高まるサービスです。Facebook や LinkedIn は、ユーザーが増えるほどその価値が増します。第3に、規模の経済、固定費が高いが、生産量が増えるほど単位コストが低下するビジネスモデルです。Amazon の物流システムはその好例です。第4に、強力なブランド。顧客が他の選択肢を考えなくなるほどのブランド力です。Apple のエコシステムは、一度利用すると他のブランドに乗り換えるのが難しくなります。これらの要素を持つ独占企業は、長期的な視野を持ち、リスクの高い研究開発に投資することができます。例えば、Google は人工知能研究に多額の投資を行い、スペース X は宇宙開発に挑戦しています。競争市場では、
企業は短期的な利益を追求するため、イノベーションが犠牲になりがちです。キールは、成功するスタートアップは、誰も答えを知らない問いに取り組むべきだと主張します。これは、従来の常識に疑問を投げかけ、誰もが信じているが間違っている常識を見つけ出すことです。例えば、ペイパルは、未来の支払いシステムはどうなるか、という問いに答えました。人々は本当に現金やクレジットカードに満足しているのか、答えはノーでした。オンライン取引の安全性と利便性に大きなギャップがあったのです。そこを埋めるのがペイパルの使命でした。Facebook は、人々はソーシャルネットワークで何を共有したいか、という問いに答えました。Airbnb も同様です。旅行者はホテル以外に泊まれないのか。Uber もまた、タクシーって本当に効率なのか。これらの企業は、競争が激しい分野ではなく、誰もが見落としていた秘密を見つけ出し、独占的な地位を築きました。キールは、独占を築くには世の中の秘密を見つける必要があると説明します。この秘密は、技術的なものだけでなく、社会的なものも含まれます。ジョセフ・シュンペーターは、創造的破壊という言葉で、資本主義の本質を語りました。古い企業は新しい技術によって倒され、新興企業がその座を奪う。しかし、キールは言います。今の時代、本当にそうなのだろうか。マイクロソフトは、かつての OS 独占から、クラウド時代にもうまく適応しました。Google も、検索から人工知能、自動運転、量子コンピュータへと進化し続けています。独占は、破壊される運命ではなく、自ら進化する能力を持っているのです。例えば、マイクロソフトはクラウド市場で Amazon に対抗しながら、独自の技術を進化させています。スタートアップが成功するためには、競争を避け、独占的な地位を築く必要があります。そのためには、4つの逆説的な質問に答える必要があります。1つ、10年後にあなたの会社が存在している理由は何か。2つ、あなたの製品は、競合が全く存在しない世界で作られたものか。3つ、あなたの顧客は、あなたがいなくなったら本当に困るか。4つ、あなたが作っているのは、1から10の改善か、それとも0から1の創造か。これらの問いに答えることで、スタートアップは競争のない市場を創造し、独占的な地位を築くことができます。キールは、独占の基礎として、技術的優位性を最優先に位置づけています。この優位性は、単なる特許や知的財産ではなく、他社が真似できない、または真似するコストが極めて高い、技術的差別化を意味します。例えば、Google のページランクアルゴリズムや PayPal の不正検出システムは、単なるビジネスモデルの違いではなく、技術的深さによって競合を排除しました。技術的優位性は、他の3つの独占要因、つまり規模の経済、ネットワーク効果、ブランドの前提となります。技術がなければ、規模やネットワークは持続不可能です。独占を築くためには、3段階のプロセスを順に進める必要があります。第1段階は技術。特定のニッチ市場で、他社に真似できない技術的優位性を確立します。最初のユーザーが、これがないと生きていけない、と感じるレベルの製品を作ります。第2段階は規模。技術的優位性を基盤として、そのニッチ市場を徐々に拡大します。コスト構造や生産効率の改善により、規模の経済を獲得します。第3段階はネットワーク。ユーザー数の増加がさらに価値を高めるネットワーク効果を発動させます。この3段階は、順序が不可逆です。技術的優位性なしには、ネットワーク効果や規模の経済は成立しません。キールは、競争を回避するための防御的壁の存在を企業の長期的価値の鍵と位置づけています。この防御壁は単なるブランドや広告ではなく、技術的特異性、ネットワーク効果、規模の経済の組み合わせによって構築されます。特に技術的防御壁は
他社が模倣できないアルゴリズム、独自のデータフィードループ、得意なエンジニアリング文化など、非可視的で再現困難な要素で構成されます。例えば、ペイパルは、不正取引の検出アルゴリズムを技術的防御壁として構築し、その後のネットワーク効果へと発展させました。キールの理論は、現代の AI 時代にも適用可能です。AI 特化型スタートアップが、既存プレイヤーの隙間を突く形で垂直的進歩を実現しています。医療特化の大規模言語モデルの開発などがその例です。例えば、医師向けの大規模言語モデルを開発する企業は、一般のチャットボットとは異なり、医学論文や診療記録を学習させ、診断支援を行います。これは既存の IT 企業が手を出していない極めて狭いニッチですが、そこにこそ独占のチャンスがあります。しかし、AI 時代には新たな課題も生じています。大規模言語モデルの独占が、オープンソースモデルとの競争を阻害し、技術進歩を遅らせる可能性があるのです。このため、独占とオープンイノベーションのバランスが重要な議論となっています。キールの主張は、競争は資源の無駄遣いであり、独占こそがイノベーションと社会的価値の源泉だという逆説的なものです。水平的進歩は既存のパイを奪い合うだけですが、垂直的進歩は新しいパイを創造します。独占企業は長期的な視野を持ち、リスクを取って未来を切り開きます。競争企業は短期的な生存に追われ、真の進歩から遠ざかるのです。この考え方は、ビジネスだけでなく教育や科学技術にも応用できます。教育現場では AI を教師の代替ではなく、学びの進化の道具として使うことで、人間同士の対話や思考力を保ちながら、技術の恩恵を受けられます。科学技術では国際リニアコライダーのような大規模プロジェクトで、国家や複数機関が技術力を集約することで、未知の素粒子の発見につながります。一方で、キールの独占はイノベーションを促進するという主張には批判もあります。独占が市場の閉塞化を招き、消費者に不利益を与える可能性があるとの指摘です。例えば、Google の検索市場独占がイノベーションコストを増大させているとの批判があります。歴史を見れば、IBM やゼネラル、エレクトリックといったかつての巨人が衰退した例は多くあります。規制当局による独占禁止法の適用強化が進んでおり、AI 時代には独占とオープンイノベーションのバランスが重要な課題となっています。しかし、キールが言う、独占とは永遠に続く支配のことではなく、一時的な優位性を獲得し、その期間を使って次の0から1を生み出すための跳躍台なのです。独占は目的ではなく、手段です。独占の構築は単なる技術的優位性だけでは不十分です。歴史的な事例を振り返ると、成功した独占企業には、文化的な防御壁が存在していたことがわかります。例えば、アップルは、シンク、ディファレントというスローガンの下、独自の企業文化を醸成し、それがブランドロイヤルティという形で競合他社との差別化を実現しました。この文化的な防御壁は、模倣が極めて困難であり、長期的な競争優位性をもたらす要因となりました。さらに、独占の持続性を高めるためには、規制的な防御壁も重要な役割を果たします。製薬業界では、特許制度が新薬開発企業に一時的な独占権を与え、研究開発への投資を回収可能にします。この仕組みは、イノベーションを促進する一方、特許切れ後のジェネリック医薬品市場の競争を通じて、最終的には消費者利益にも配慮したバランスをとっています。独占企業が長期的に成功を収めるためには、単独での優位性だけでなく、エコシステム全体との共振化が不可欠です。Amazon は最初期には単なるオンライン書店でしたが、AWS の展開を通じてクラウドインフラのデファクトスタンダードとなり、さらには第三者販売者向けのマーケットプレイスを構築することで、自社のプラットフォームを拡大させました。このプロセスでは、Amazon 自身が独占的な地位を確立しつつも、
多くのパートナー企業や開発者が同プラットフォーム上でビジネスを展開できる環境を整備した点が特筆されます。エコシステム戦略の成功例として、iOS と Android のプラットフォーム競争も挙げられます。Apple はハードウェアとソフトウェアの統合による閉鎖的なエコシステムを構築し、一方の Google はオープンソース化を進めることで広範なデバイスメーカーとの連携を実現しました。独占がもたらす経済的利益は明らかですが、その一方で倫理的なジレンマも存在します。Facebook のソーシャルメディアプラットフォームは、ネットワーク効果によって事実上の独占状態を実現しましたが、それに伴うプライバシー侵害やフェイクニュースの拡散といった社会的問題も浮上しました。また、独占がイノベーションを阻害する可能性も指摘されています。マイクロソフトは1990年代に OS 市場で圧倒的な独占力を持ち、その地位を維持するためにインターネットエクスプローラーをバンドル販売するなど、競合他社の参入を阻む行為を行いました。この結果、一時期は Web ブラウザの技術革新が停滞し、後に反トラスト法違反として訴追される事態に至りました。独占の社会的影響を最小化するためには、責任ある独占という概念が重要です。これは、独占企業が自社の影響力を自覚し、ステークホルダーに対する責任を果たすことで、長期的な信頼と持続可能な成長を実現するアプローチです。独占とオープンイノベーションは一見相反する概念のように思われますが、実際には両者を融合させることで新たな価値を創造することが可能です。テスラは特許をオープン化することで、電気自動車市場全体の成長を促進し、その結果として自社の独占的地位を強化する戦略を採用しました。このアプローチは、競争による独占と呼ばれ、競合他社との協力関係を構築しつつ、自社の技術標準を業界全体に浸透させることで、長期的な優位性を確保するものです。オープンソースの成功事例として、Linux も挙げられます。Linux はオープンソースとして開発されましたが、レッドハットやスーゼといった企業がサポートやカスタマイズサービスを提供することで、ビジネスモデルを確立しました。このモデルでは、コア技術はオープンである一方、付加価値サービスによって収益を上げることで、独占的な地位を築いています。デジタル経済において、データは新たな石油と呼ばれ、独占の重要な要素となっています。Google は検索データを活用して広告市場で独占的な地位を築き、Amazon は購買履歴データをもとにレコメンデーションシステムを最適化することで、電子商取引市場を支配しています。データの独占は、ネットワーク効果と相まって、競合他社の参入障壁を高める効果があります。しかし、データ独占にはプライバシーや倫理的な問題が付随します。Facebook はユーザーデータの不適切な利用が問題視され、ケンブリッジアナリティカスキャンダルに発展しました。この事件は、データ独占が社会的信頼を損なうリスクを浮き彫りにしました。このため、独占企業はデータの収集と利用において透明性を確保し、ユーザーの信頼を維持することが求められます。AI 技術の進化は、独占の在り方を根本から変えつつあります。ディープマインドはアルファ語によって囲碁の世界チャンピオンを破り、AI の可能性を示しました。このような技術的飛躍は、特定の分野での独占を可能にします。しかし、AI の独占は、アルゴリズムのブラックボックス化やバイアスの問題といった新たな課題も引き起こします。AI 独占の典型例として、大規模言語モデルの開発競争が挙げられます。オープン AI の GPT シリーズや Google の PaLM は、膨大なデータと計算リソースを背景に、自然言語処理分野での独占的な地位を確立しつつあります。しかし、これらのモデルは開発コストが極めて高く、スタートアップ企業が参入するのは困難です。一方で、メタのラマのようなオープンソースの AI モデルは、独占の構造を変える可能性を秘めています。独占企業がグローバルに展開する際、地政学的リスクは避けて通れない課題です。ファーウェイは 5G 技術で世界的な独占力を持つ一方で、米国を中心とする西側諸国からは国家安全保障上の脅威とみなされ、排除の動きが強まっています。
半導体産業も地政学的リスクの典型例です。台湾セミコンダクターは世界の半導体製造で独占的な地位を持ちますが、台湾海峡の地政学的緊張が高まる中、サプライチェーンの脆弱性が問題視されています。独占企業は地政学的リスクに対処するために、多角化戦略や現地パートナーとの提携を進める必要があります。独占企業の持続的な成長には、優れた人材の確保と育成が不可欠です。Google は 20% ルールと呼ばれる制度を導入し、従業員に業務時間の 20% を自由なプロジェクトに充てることを許可することで、イノベーションを促進してきました。この制度から生まれた Gmail や Google マップは、同社の独占的地位を強化する要因となりました。また、独占企業は大学や研究機関との連携を通じて、次世代の人材育成にも注力しています。独占の終焉を避けるためには、自己破壊的イノベーションが重要です。Apple は iPod の成功後に iPhone を開発し、自社の製品を陳腐化させることで、新たな独占市場を創出しました。ノキアはかつて携帯電話市場で独占的な地位を持っていましたが、スマートフォンの台頭によって急速に衰退しました。独占企業は常に市場の変化に敏感であり、自己変革を続ける必要があります。IBM はメインフレームコンピュータ市場での独占力が低下した後、クラウドコンピューティングや AI 分野への大胆なシフトを進め、企業の再生を果たしました。過去の栄光にしがみつかず、自らの殻を破ったからこそ、新たな生命を得たのです。独占の終わりは必ずしも終焉ではありません。IBM はメインフレームコンピュータの黄金期が過ぎ去った後、大胆な転換を遂げました。クラウドコンピューティングや人工知能、量子コンピューティングへと注力し、再び技術の最前線に立つことに成功しました。歴史は教えてくれます。どんなに巨大な存在でも、外部の変化には無力です。しかし同時に、自己変革の力があれば、何度でも蘇ることも示しています。独占を目指す企業にとって最も大切なのは、競争に勝つことではありません。ピーター・キールが0と1で語ったように、真の価値は0から1を生み出すことにあります。誰もやっていないことをはじめ、誰も想像できなかった世界を作ること、そこに独占の本質はあるのです。0と1は単なるビジネス書ではなく、戦略的思考体系です。その核心は、競争を避け、独占を築き、垂直的進歩を実現することにあります。この思考体系は、スタートアップだけでなく、教育、科学技術、政策立案など、幅広い分野に適用可能です。成功する企業は、技術的優位性によって市場を独占し、その独占によって持続可能なイノベーションを可能にしています。最終的にティールが伝えたいのは、思考の転換です。世界は競争で動いていると思い込んでいるなら、その前提を疑え、成功の定義を他人との比較から自分自身の想像へと変えること、誰もが走るレースの外に出て、自分の道を開く勇気、それが0と1の真髄です。皆さんも自分の分野で誰も答えを知らない問いを見つけ、独占的な地位を築くための戦略を考えてみてください。それが真のイノベーションへの第一歩となるでしょう。